メルリ堂と言います。オーナーの長野和夫です。みんなはカズちゃんって言います。メルリ堂って漢字で書くと難しくて、なんて読むんですかって言われることも多いですね。まず僕が高校生の時にブルースっていう音楽が好きになってね、そうすると当然のようにその知識を知りたくなるんで、雑誌とかいろいろ探すじゃないですか。ちょうど中村豊さんが始めたマガジン、ニューエイジマガジンの中のちっちゃなコラムにブルースのレコードをかけるブルース愛好会の記事があったんですよ。お茶の水だったと思うんですけど、そこで今の DJ みたいなかっこいいことじゃなくて、レココレみたいなことをやって説明して、今こんな状況ですみたいな、そんなレコードコンサートをやってて、そこにまず遊びに行ったんですよ。主催してたのが日暮康文さんと鈴木宏さんという二大黒人音楽の巨匠、その当時ね。で後に日暮さんは P バインを始める方なんですけど、その方との出会いがきっかけで、最初は純粋にブルース好きだからサークルの中で一生懸命動いてたんだけど、だんだん日暮康文さんと親しくなってきたのをきっかけに、ちょうど「ザ・ブルース」という雑誌を彼が始めてたものを手伝ってたんですよ。でそういう中で通信販売やってみようってことになって、通信販売やるとやっぱそこそこオーダー来るじゃないですか、注文。で当然ブルースを買うのってその当時大変困難だったんで成功してたんですよね。そうするといや通信販売めんどくさいね、店持ちたいねっていう話になって始めようってことで吉祥寺のメルリ堂が始まったっていうのがもともとの最初のあれで、これ意外と皆さん知らない。それがオープンしたのが4年だったか5年だったかその辺だったはずで、この前ちょっと50周年やったんだけどね。ご兄弟と日暮さんが日本でそういう黒人音楽をビジネスとしてもう間違いない。そっからいろいろな人たちが出てきて、その後こう発展していったっていうのは間違いないと思う。だから P バインも、僕が後に始めるビビットサウンドももともとスタートは日暮康文さんだから、僕の最大の恩師、亡くなってしまったんですけど、今も僕その意思を継ぎたいなとは思ってる。日暮さんは普通の仕事をお持ちなんで、実際動くのは僕だよね。僕は兄貴がいて、兄貴と僕は双子なんですよ。僕らが店を運営してたっていうのが実際の形。後藤君っていうのが初代の店長だったんで、彼がそういうフォーク系の高田渡さんと親しかったり、まだその時は学生だった坂本龍一さんとか親しかったんで、そういう関係で初代の店長の色というか匂いというかはずっと続いてね。それが扱ってるもので、僕の得意のブルース、ソウル、それでまだこう盛り上がっていったのが現実。阿方森夫さんの自主制作の1枚目ですね。そこの LP 見てもらえば分かるんですけど、難しい漢字でメルリ堂って書いてあるんですよ。そっからなんだけど、実は初代店長をやってもらった後藤君が命名したんで、なんでかの理由は分かんない。あなたが店番やるんだから決めていいよということで、吉祥寺の中道商店街の雰囲気と、そういうなんとか堂みたいなさお店多かったね。それがなんかいいなと思ってて、僕は毎年毎年ほぼ1ヶ月半ぐらいアメリカに行ってて、大量に買って店で売ってた。ということはその当時向こうにそういうものを買いに来てた日本人っていうのはまだもうほぼほぼ、だってネットがまだなかった時だもん。もうすごいもう買い放題だから、うちのこと知ってる人はもうすごい安く売ってたのが事実で、中古版含めてみんなびっくりするような値段。それも僕やりたかったことだったんで、それがまたいくらでも手に入ったのよ、あの当時は。後に僕あまりにも量が増えてきたんで、ロサンゼルスカリフォルニアに会社を作って、そこに駐在っていうか人を置いてしょっちゅう仕入れできるような形にはしておいたけどね。もうその時には渋谷店出てたから、渋谷店はもうすごかったね、やっぱしね。まずは吉祥寺でそこそこ軌道に乗り始めたんだけど、吉祥寺遠いよっていう苦情が多くて、それでじゃあ渋谷を物色していい場所があったんで借りたっていうのが事実ね。世間的に
にはやっぱメルリ堂さんイコール渋谷のお店のイメージも結構強い。そうやっぱりそうなっちゃうよね。そうするとまた今度はそうすると横浜のお客さんは横浜のお客さんで横浜で出してよって始まるでしょ。それから地方から時々大阪の人たちが来ると大阪に出してよってなるでしょ。それこうニーズに合わせて出していったらあれで4店舗。渋谷店をやってた時に絶頂期の時やっぱしもうあらゆる、タレントさん含めて来るんだけど、その中で一番印象に残ってたのがブルース・ブラザーズ。マネージャーさんから電話かかってきて貸し切りたいんだって言うんですよ。何言ってんだと思って、店終わってからでもいいから1時間誰も入れないで貸し切りたいって言うんですよ。ブルース・ブラザーズだからもう俺大好きだしね、いいですよってことで来てもらって物色して買ってったんだけど、結構買いました。とにかく出荷しなきゃいけなくなっちゃったぐらい買ってってくれた経験があってね、それはすごい印象に残ってる。もうほんと好きなんだね2人は。ブルース、ソウル、R&B でその後店を畳む。そう店とやってたのと同時にビビットサウンドをやってたでしょ。それがもうすごいこう忙しくなってきちゃって、特にインディーズを流通する事業、これは配給事業だね。今はもう当たり前のようにウルトラさんとか P バインさんもやってると思うけど、それの先駆けのことをやってたの。そこの部門がすごい伸びてきた。特にx ジャパン、当時は X っていうバンドだったんだけど、 X をうちが取り扱うようになったらもう桁が違うのよ。売れた枚数、それから知名度、それを知ったまたインディーズの人たちが集まって、ちょうどイカ天っていう番組があってね、そのバンドってみんな自分たちで作ったらいいけどなかなか流通できない。僕らもその時には流通するシステム作ってたんで、みんなうちに預けに来たんですよ。ナゴムさんとかそういうインディーズほぼほぼうちが独占してた。そのビジネスいいなって僕思ったのは2回目ぐらいかな、アメリカ行った時に、アメリカってやたらインディーズが多いんですよ。だけどそこそこ成功してるレーベルいっぱいあるじゃないですか。あの仕組みをこう調べると流通するのは意外と簡単に預けちゃうと流通してくれるっていうシステムもできてるのね。だからこれいいなと思って、それでもう頭からそれは離れなかったんですよ。さらに僕同時にスタジオ業を始めたんですよ。アメリカ僕何回か行くうちに、アメリカと日本との決定的な違いはリハーサルスタジオがあまりにも狭すぎる。日本はね、向こうは本当広いんですよ。1日貸しが当たり前のように、1週間借りるみたいな、そういうやり方があったんだけど、日本はまだそれがなかった。それでスタジオを始めたらめっちゃ忙しくなっちゃった。ちょうどねバブルの時でさ、各メーカーが各アーティストにコンサートをさせてた時期だから、その頃はもう本当に忙しくて、両方ちょうど絶頂期だったからすごかった。その時もうそれにプラス店でしょ。そう僕寝る時間なくなっちゃうんですよ。だんだん影っていうかもう悪くなってったのが、さっきも言った通りインターネットが当たり前になってきてるから、行くごとアメリカ行くごと値段がどんどん上がってった。いい例がね、ジェームス・ブラウン、どこの店でも売ってたんですよ、中古版を含めて。だいたい$5ぐらい。ところが後半の何年か経ってからは10倍、$50当たり前。商売になんないよ。買い値がそれだからもうダメだなと思って。レコード屋さんが活況を呈していろんな人が買いに来るよ。そうもうすごかった。だから名刺置いてあるんだよね、そういう店に関して。これはもう続かないなと思って、それも店を閉めた原因ね。でこの時に全店が赤字店1個もなかったの。でももうやめるんだったらせーのだなと思って、その程度でやったって大変なだけだし、その頃ほらビビットサウンドっていうのは絶頂期だったから、こっちの方に力つけた方がいいなと思って、もうはっきり覚えてて、僕がやっぱこの音楽大好きになったのは加山雄三さんエレキの若大将ってあったんですよ。今見るとつまんないんだけど僕にとってはもう人生を変えた映画なんだけど、もうエレキブームがちょうどあった時で、僕ひたすらエレキブームの虜だったの。勝ち抜きエレキ合戦だったかな、そういう番組もあって、これだと思ったね。
高校に入ってから僕本格的にバンドをやって、ちょうどロックがブルースの影響をすごい受けてた時だったんで、基本的に僕ほらレッド・ゼッペリンとかさ、ホワイトブルースをメインにしたバンド大好きだったからどっぷり入ってったんだよね。だからよく日暮さんも鈴木宏さんも見に来てくれたんだよね。ドラマーとしてのアイドルは誰だったんですか？フレッド・ビロー。アメリカでフレッド・ビローと親しくなったんで、それで共同東京さんのお手伝いしたの俺が。第1回ブルースフェスティバルはロックウッドとエイセズだもんね。それで僕らがコーディネートしたの。まだブルース出始めた頃でさ、まあ日本のバンドでいうとウエストロードブルースバンドとかさ、ブレイクダウンとかさ、そういうバンドがこうちょこちょここうだんだん出てきた時期で、ちょうど面白くなってた時なんでね。もうすごい熱量になってきた時に店ちょうどやってたから、うわーって伸びたんだよね、きっとね。店やるとさ、いろいろな人が集まるから、そういうこうコミュニケーションできるのよ。僕らアマチュアバンドなんですけど、長野さん見に来てくれませんかって言って見に行くとすごいうまかったりして、あ、じゃあデビューさせようとか。人生を変えた一枚とかアーティストっていうとベンチャーズだね。テクニックを含めてすげえなと思ったから、確かね、最初の来日が65年かなんかで、中学2年からの時だから、一番純粋でさ、影響される時期なんだよね。今でもはっきり覚えてる。その中で一人とか一番好きなのはやっぱラッシュかな。オーティス・ラッシュはもう今でもしょっちゅう聞くね。コブラっていうレーベルが大好きで、僕レコーディングエンジニアになりたくて、一生懸命勉強してて、スタジオを始めたっていうのもそれなんだけど、独特な音、あれを作りたかったんだよね。あとゴールドワックスっていうレーベルのアーティスト、ジェームス・カーとかね、スペンサー・ウィギンス、この辺はほんとどっぷり使ったね。うちの伸びた一つの原因でもある向こうのインディーズなんだよね、ゴールドワックスって。そこと契約できたこと、それも大きいよね。それが当たんなかったら外国のライセンスして LP を出したり CD を出したりする考えられなかったかもしれない、僕の若い頃あんまりないんですよ、輸入版を扱う。だから選ぶのが今の人たちほどないんで、しょっちゅう言ってたのが筑光堂、アメ横、あそこと、もう今はやってないんだけど、道玄坂のヤマハがあったんですよ。あそこにレコード売り場があって、あそこがいち早く輸入版入れてたの。ちなみにどこでもジャズの専門店とかも行ってないとこない。ただブルースがないんだよ。置いてないの。選べないのよ。あとはやっぱり通販買ってたからね。ビジネスレコードでやり続けてこられた中で変わった。ただじゃあブルースとかソウル嫌いになった、それはないのね。増えただけよ。若い時知らなかっただけ。当時からいい音楽あったんだけど、お金もあんまりなかったしね。だけどもう今は好きなだけ聴ける時代になってきてるんで、今はもうすごい広い僕は。でそれが僕のやってる自分のオールディーズレーベルに反映してるし、結局そうなっちゃうんだよね。オンラインの方でとりあえず軌道に乗ってきたし、自分の役目はやっぱり店員で始まって店員で終わりたいなって思ったのよ。ダサいかもしれないけどさ、お客さんと俺はこう接して話したりするの大好きだし、僕よくお客さん聞く時に何を見てんのか見てんですよ。あれを引き上げたとかね、何を探してんだなって、それで会話が始まるんだよ。逆に言うとそういう人からエネルギーもらうし、それから商売のなんていうの、こう言っちゃなんだけどヒントも結構入ってるじゃないですか。そういうのもあって店もう一回やりたいなと思って、それでスタッフに無理言って家のそばで坂戸店を何年ぶりかにオープンしたの。久々メルドのことを知ってる人がもうさっと入ってくるからね。ありがとうございます。値引きサービスがあったじゃないですか。ありがとうございます。ダメなんだよ、再販制度って日本は変な法律、そこをうまいことくぐれる方法としてやってたんだけど、もう今じゃ当たり前。僕がほら坂戸に住んでるから、もうとにかく通勤は嫌だったからさ、
で東京になんで出さないのって言われるんだけど、冗談じゃないんですよ。もうそんなエネルギーない、通勤までしてない。吉祥寺に出せばとかいろいろアイデアあったけど、そういうのは嫌なんだね。でリアル店もとにかくやりたかった。でオープンしてやってたんですよ。2019年に酒場がオープンして、それから4年後ですね。そう川越の話が来たのよ。ここの上かな、上だけ貸してくれるという。それで解約してこっちに移ってきた。前から川越に出したかったのは、川越の小江戸っていうぐらいで、その雰囲気がアナログの感じとマッチしてんじゃないかなと思ってね。打ち抜きの、建物一棟丸ごとっていうふうに1階の方が出られたんで、不動産屋さんがどうしますって言うから、もうすぐ即答、もうビルごと借りるって。独断で借りるやりたいことがあったんです。僕がレーベル始めてたオールディーズレコード、これが1000タイトルを超えたんで、やっぱお客さんになかなか触れる機会がないじゃないですか。だって1000タイトルも置いてくれる店ってなかなかないし、それをこうショールームじゃないけど一堂に見せたいっていうのもあったんですよ。どうしてもちょっとしたスペースじゃ無理だから、実は講堂みたいなところが最初の物件探しだったの。それはもうアメリカでほら成功してる例がいくつか大きいところなんですよ。そういうのやってみたかった。それぞれのフロアになんかコンセプトとかあるんですか？1階ですぐ帰れるように新入荷のみ。2階3階に上がるにはちょっと抵抗のある方って絶対いるじゃないですか。そういう人たちが新入荷だけ見て帰れるような。2階が CD と本がメインで、3階が中古版の延長。ただポリシー的に僕ほらジャンル分けするのが好きじゃないんで、ジャンル分けはしてないんで、時々苦情を言われます。うちのお店来たってそんなね、今売れてるようなもの置いてないから。だから掘る気持ちがない人は来ても多分面白くない。そこでフィルターかけてるのもあんだよね、俺。あったレコードのお店っていうとレレレのレコードさん。そう。レレレさん、大ちゃんとは僕親しいんで大好きだし、それもあるし、川越しかないんだよ、はっきり言って。この辺で一番大きな町って。できて、ですぐ近くに星レコさんもオープンして。そう。みんな僕仲いいし、お互いにいい意味で切磋琢磨してほしいなとは思ってる。もう2店舗ぐらい増えてほしいなと思ってるんで、これを聞いてる方ぜひ川越にお店出してください。50年やってるんで在庫が膨大にあるんですよ。倉庫3倍分あるんで、まずはこれを売るだけで数年やってかれる。50年もやってるといっぱい売れ残りがあるんですよ。ところが面白いことにブームって10年にみたいな波があるじゃないですか。昔は100円でも売れなかったのが今はもう500円とか1000円で売れるから、そういうの持ってきて出すだけでもまだまだ数年やれる。買い取りもやってるんだけど、買い取りって必ずしもいいレコードじゃないんでね、それをメインにはできないし、やるつもりない。今ある在庫で十分。本当安いですよ。そうだからもう当たり前のように300円とかつけるし、いいんじゃない？それでもうお客さん喜んでくれるのが一番嬉しいから。ウルトラさんとか P バインさんがせっかくいいの出してんのにプッシュしてる店少ないじゃないですか。そこはね、俺もうほんと寂しいんだよね。大して売れないかもしんないよ。でもさ、お客さんの中にはさ、一生懸命おすすめすると売れる商品もあるわけよ。それをうちなりのおすすめ感で進めてんだよね。それはね、俺すげえ大切だなと思ってて、僕が店員にまた戻りたいって言った原点はそこなんだよね。昔のレコード屋さんって店主がいてさ、お客さんに無理やりでもいいから勧めるんだよね。そういう文化、そういうのが俺すごい好きで。だから A 買ったら次 B 推薦するし、 B 買った人は C 推薦するみたいな文化、それすごい俺いいなと思ってる。新譜も今置かれてますけど、そう、この辺はどういう基準で選ばれてるんですか？本屋さん自体がほら潰れちゃってるじゃないですか。これだけいい本いっぱい出てるのになかなか手に取って見れない。アマゾンで買えばそれで終わりなんだけど、それじゃつまんないんだよな、俺の中で。やっぱり手に取って見てほしいから、置いて手に取っておけば売れるんだよね。それがきっかけ。俺やっぱり自分の需要なんだよね。基本的に常に僕の考え方は自分がこうだったらっていう考え方でやってるから。カフェスペースはあくまでもあんまり音楽に興味ない人がね、ゆっくりしてってもらいたいんだよね。
5、6年前からコーヒーにハマってて、コーヒーの店もやりたいなと思ってたのが、広いところ借りられたんで同時にやってるだけ。指定してオリジナルをやってもらってる。そうやってもらってるの。それも僕の下で働いてた人がいて、彼がコーヒーのそういう店を、豆専門店を出したっていうのもあって、2人でいろいろとブレンドやってるの。コーヒーとね、音楽って僕だけかもしれないけど相性すごくいいんだよね。エスプレッソマシーンと出会ってコーヒーハマったんですよ。それまで通常のドリップって当たり前のように飲んでたんだけど、全く別物だから、この文化をね広めたいんだよね。あ、メルドまたオープンしたんだっていうことで来てくれる人が多分半分はなんかレコード屋さんがあるって言ってブラッと入ってくれる人が半分。もう年寄りも若いのももう全然関係ない。まああとほら上で視聴するコーナーとか作っててのんびりしてほしいの。まあ分かってる人はもうコーヒー持ってってのんびり聞いてもらって最後に1枚買うとかさ、全然 OK なのよ。外国のお客様すごい割合で多い。年々多いよマジに。特にお祭りとかあるじゃないか、その前後多分多い。シティポップね、もうそれだけ。いまだにそれまだまだ続くね。達夫さんとかさ、あの辺からスタートして終わっちゃうかなと思ったら、それをきっかけにいっぱいいるじゃないですか日本のアーティスト。それをディグするっていうか掘る人が増えてきてるから、昔は300円でも売れなかったものが最近売れる。まだ続くと思うよ。東洋化成のほか P バインもプレス工場できたんで、多種多様な新譜が出てきたでしょ。僕らにとって5,000円6,000円高いんだけど、外人にとって5,000円6,000円は安いからね。安いっていうか当たり前の値段だから、新譜ガンガン買うんだよね。月に1回か2回イベントをやってます。毎回違うんだけど、昔でいうレコードコンサートみたいな、レコードをかけながら解説するみたいな、著名のライナーノート書いてもらってる先生方呼んだり、 DJ がいっぱいいるんで DJ 大会みたいなことやって音楽を広めていきたいからね。そういうのは月に1回ないし2回やってる。まあ僕も今73歳だから、まあ、先長くないからさ楽しくやるよ、それだけかな。あとはやっぱり若い人育成したいっていうのもずっと考えてたんで、それをなんとか引き継いでやってくれる人が出てくるといいなっていうのは思ってる。ぜひうちのお店に足を運んで私とトークしてください。語り合いましょう。今でも親しくさせてもらってるピチカードの小西君、バンドをやる前から来てたから、通信販売やってた時のファンだったっていうぐらいで、うちの大のお得意さんで、いまだに覚えてるのが、僕が年に何回かアメリカ行って買い付けするっていうのを知ってたから、彼が僕のそばに来て3ページぐらいにわたるリストを渡すんですよ。ウォントリストで、長野さんこれあったら買ってきてよって言うんですよ。半分は分かったけど半分は全く分からない、わけのも分からないサントラとかそんなのばっかだった。さすが小西君だからすごい人だよ本当に。彼がアマチュアバンドを始めて、僕バンドやり始めたんですよっつって僕にデモテープを渡してくれました。カセットテープ。その時に僕ビビッツサンドやってたから流通できたんだよ。でも聞いて「これちょっとうち好みじゃないから」っつってお断りしたんだよね。今思えばさ、やっとけばよかったって。でも本当に親しい仲でずっと続いたんで、まあよかったなと思って、うちのレーベルの中でも小西君のシリーズやらせてもらったんでね、おかげさまで坂戸の時に呼んでイベントやりました。またやるけどね。